はい、お疲れ様です。虹玉屋の北川です。今回は作品を作るときにモデルさんの写真ね、見ながら作ることが多いと思うんだけども、その時のその写真の読み取りの仕方、写真からどんな情報を読み取らなきゃいけないかっていう話をね、していきます。これはね、すごい重要で、みんなね、こう、モデルさんに似せようと思って写真見てるんだけど、見てるだけで観察してないんだよね。見るのと観察って全然違うから、ちょっとそこの話をね、簡単にしていきたいと思います。で、今日はね、この話をするのと、YouTube の方に作品の投稿をね、してもらったので、ちょうど今回話すテーマと合ってるから、説明が終わった後ね、実際にこの作品をね、モデルの声に似せるために、写真からどういうところを読み取らなきゃいけないよっていう話をね、していきたいと思います。じゃあね、まずね、簡単に最初解説していきますね。写真を見ると観察は違うっていうところで、結構ね、みんなね、写真見てると思うんですよ。なんだけど、写真を見るときに、しっかり情報を取らなきゃいけない。みんななんとなくぼんやり見てるだけ。それね、全然違うんだよね。もう見ると観察は全然違うんで、見るっていうのは、なんか、こんな感じだなとかって結構ぼんやりしてるんだよ。で、観察っていうのは、もっと細かく、目の位置はどうなってるだろう、マズルの大きさはどうだろうとか、ここのシワのつき方はどうだろうっていう、その細かい情報を得てる。だからそういう風に見ようとするのと、ただどうなってるのかなっていう風にこう印象で見ようとするのじゃ全然得られるものが違ってくるから、だからしっかりともう鼻からこの観察する、情報を集めるっていうつもりで写真を見るとかなり変わってきます。作り方とか写真から得られる情報の量っていうのは変わってきますね。はい。で、その情報を得るときに大事になってくるのが、これちょっと他の動画でも言ってるんだけども、とにかくその作品を自分でチェックするときは、僕はこう常に作品の正面を基準に見なさいって言ってるんだけども、例えばちょっとこれうちの生徒の作品なんだけども、こうやってしっかり真正面向いてるよね、作品の写真撮るときに。なので作品のこの似てる似てないモデルのことを似せるとき、チェックするときもこうやって真正面を向けた状態でどこが違うかっていうのをチェックするようにした方がいいです。僕はそうやって教えてます。じゃないとちょっとね角度がずれちゃうと見え方が変わっちゃうから、だからまずはその正面っていうのを常に横を向けてもちゃんと作品が正面向いてる状態。そういう風にこれもそうでね、しっかりと正面向いてるね、横を向いてるんだけどもっていうこの常に作品が正面を向いている状態でチェックするようにするといいです。で、まず簡単にざっと説明していくんだけども、最初のやっぱりね、ベースの段階から目玉をつけて作り上げていくときに大事になってくるのが、まず目の位置と鼻の位置。で、目の位置っていうのは目と目の間隔、広さとか、鼻までの位置関係とか、そこをしっかりと合わせることがすごい大事になってきます。で、大きさより位置関係って今これスライドに書いてるんだけど、これ何を言いたいかっていうと、要はね、結構みんなその数値にこだわりすぎ。例えばレッスン動画とかで誰もが分かりやすいように、例えばね、耳の大きさはこの三角形を作るときに横幅何センチ、縦何センチで作ると大体いい感じになるよみたいな解説があったとしたら、もうね、その何センチっていう数値にね、とらわれちゃうみんな。そうじゃなくて、モデルの子がいてその子に似せて作るんだったら、当然個体差があるから何センチって決めれるわけがないのね。もちろんその縮尺かけて測れば正確な数値は出るかもしれないけども、でもその作る個体によって全然耳の大きさも顔の形も肉付きも全然違うんだから、毎回毎回その何センチっていうものが当てはまるわけがないの。だからそういうふうに数値で捉えようとするんじゃなくて、大事なのは見たまま感じたままそれを形にするっていうこと。だから数値で測るっていうことよりも、もともと自分の中に持ってるその見る力、それを養ってあげた方が絶対に作品作りはうまくいきます。はい。で当然その作品作るときは写真並べてね、で写真から情報を読み取って作っていくんだけど、ここはちょっと実際にその写真からどんな風に読み取るのかっていうことは、作品と写真をね本当に見比べてやった方が分かりやすいと思うので、ここからはちょっとね実際の添削の中で説明をしていきます。はい、それではね、今回ね作品を投稿してくれたアシュリンさん、ありがとうございます。
ではね、この作品の添削の中でね、写真の読み取りをね、解説していきたいと思います。で、その前にですね、まずコメントの方、簡単にね、読ませていただきます。北川先生、こんにちは。最近先生の YouTube を見てとても勉強になりました。2ヶ月前の私はまだ猫を作ることができませんでしたが、先生の動画を何度も見て実際に制作したことでかなり上達しました。最近植毛作品を一つ完成させたので先生にご指導いただきたいですというところでね、今回作品を送ってきてくれました。ということはこれが植毛で作った初めての作品になるのかな。すごくね、よくできてますよ。はい。モデルの子もね、はい、しっかり似せて作れてると思います。ね、2ヶ月前はね、まだ作れなかったって言ってたのに、こんなだけ作れるのはね、すごい素晴らしいですね。本当に上手にできてます。もちろんね、じゃあここから似せるためには、もっともっとこの今から説明することをやってもらうと、もっともっと似せて作れるようになるので、ちょっとね、そんな解説をしていきたいと思います。はい、じゃあね、このようにしてモデルさんと出来上がった作品をね、しっかり並べてみましょう。で、まずここでやるのはね、一番最初はね、間違い探しをするんですよ。写真とこう比べるとき。で、なぜ間違い探しをするかっていうと、まずどこが違うのかっていうことをしっかりと理解しておかないと直しようがないからなんです。当たり前のことを言ってんだけども、みんなね、これやってないんですよ、実は。なんとなく違うな、なんか似てないんだよな、ここをこうしたら似るのかなって、原因がわからないのになんとなく作業をするから、どんどんかけ離れていったり、全然似ない作品になっちゃうんですよ。そうではなくて、まずはしっかりと観察をする。そして、どこが違うのか、その原因を見つけることが大事なんです。だからまずは原因探しから。で、原因を探して、あ、ここが違うんだな。じゃあ具体的にどうやったらそこを修正できるだろうっていうふうに、こうやったら直せるかも、ああやったら直せるかも、もしくは今までね、やってきた技術、これを使えば治るなとかっていうふうに、直し方、修正の仕方を頭でしっかりとイメージして、それで初めて頭の中で修正のプランが組み上がるわけだから、初めてそれで手を動かして修正をするんですよ。必ずこの順番。これをみんなやってないから、だからちゃんと直すことができない。直しても似てこない。っていうことが起きています。じゃあまず一つ目の間違い探しをやっていきましょう。でね、間違い探しはまずね、一発目どうやって見るかっていうと、出来上がった作品とモデルの写真をこうやって並べて、最初に見るのはね、全体の形、フォルムなんですよ。輪郭。この子で言ったらこんな感じですよね。ちょっと横に膨らんだような感じの、このぷっくらした感じの、ちょっと潰れた楕円形をしてますよね。輪郭が。でも今作品の方はどうだろう。ざっくり。輪郭をこういう風に辿ってみると、どちらかというと、まん丸だよね。ということは、この横幅が足りないっていうことがわかるよね。まずは、この大きなところを見てあげる。まずパッと見のフォルムが合ってないと絶対似てこないので。で、これで一つね、まず気づいたよね。そんな感じでざっくりでいいから、最初は小難しく細かく考えようとしなくていいから、まずはこれを見る。で、今言ったように、ざっくりと、こう、もっとこの膨らみがあるといいですよね、ここ。ここの膨らみが。ここを作ってあげると、輪郭は似てくる。これで一つ、まず、何かが違う、どこか似てないんだよな、の原因が一つ分かりましたよね。じゃあ次にどうやって見てるかっていうと、こう全体的になんとなくぼやっと見てても、やっぱり見つけにくいから、僕は結構ね、こうやって見てるんですよ。まずこの頭の上の部分だけ。で、次に、目から鼻にかけてくらいかな。この辺。こんな風に3分割して上から順番に見ていくようにしてます。で、まずは、今ね、最初でこう輪郭の形はこんなもんだなーってなったよね。で、次に上見た時にどうでしょう、何が違う。ここはね、そんなに大きく変わってるとかないなと思うんでね。耳の形若干その角度とかは違うけど、でも全然そんな大きな問題は起きてないし、耳と耳の感覚もそんなに悪くない。あえて言うなら、ここの頭のこの形状ね、ここ。少しこういう風に緩やかに弧を描いているような感じだよね。だけど今作品の方はっていうと、こういう風にこうへこんでるように
見えちゃうから、そうではなくて、こうね、今こういうふうにへこんで見えちゃうから、ここも毛を立たせたりカットしたりすることで、こういうふうにもう少し緩く丸くしてあげる。すると、このモデルの頭の形になってくるかな。まあ、ここで見るとしたらそんなところだよね。じゃあ次、頭は OK だったから次、真ん中のラインね、この目のラインを見てみよう。まずね、目の形を見てみましょう。目はね、作品の顔の大きさに対して目の大きさはすごく合ってるし、いいと思います。で、ここで違うなって、まあ、パッと見で気づくのは色だよね、色。これがもっと黄色かったらいいよね。目の色。もうこれもかなりその顔の印象が変わってくるから、目の色は、次この子を作るとしたらもっと黄色の目をつけてあげる。で、次に、このね、目と目の距離でね、ここの間隔がどれぐらいか。これはおおむね合ってるかな。だいたいいいと思います。じゃあ次に見るのは、このね、目の形なんですよ。目のこのまぶたの形。これ。で、この時に何を見てるかっていうと、僕はね、この、例えば上まぶただったらどこが一番この高い位置か。ここ。わかる？ここ。一番このまぶたの高い、開いてる位置。で、同じく下まぶたも一番下がってる場所はどこかっていうのを見るようにします。で、それと作品のこのまぶたの形が合っていれば、おおむね OK です。で、今作品はね、結構そこもしっかり合わせることができているので、ここは問題ないかなと思います。じゃあ次、目はおおむね問題ないと。じゃあ次に鼻を見ていきましょう。鼻。どうですか、鼻。みんなももう気づいてると思うけども、鼻の位置が違うよね。ただし、ちょっと注意しなきゃいけないのは、このモデルの写真は、ちょっとだけね、真正面っていうよりも、ちょっとだけ上向いてるでしょ。で、上向いちゃうと、この鼻筋の長さが短く見えちゃうんだよね。なので今、モデルの写真はそれが起きてます。で、作品はもう真正面見てるから、少しね、長く見えちゃうんだけど、でも、それにしても、ちょっと鼻が下につきすぎ。なので、もうちょっと上がいいですね。だから多分、まあ、この猫が真正面向いてたとしても、鼻の位置はこの辺かな、おそらく。こんな感じでね。鼻の位置がこの辺にあるといいと思います。あとは、鼻のサイズ、大きさを見て。大きさも、僕はこの鼻の大きさのサイズを見るときに、目の大きさと比較するんだよね。どうでしょう？この鼻の大きさ、目の中に入るぐらいの大きさだよね。大体。じゃあ今作品の方はどうなっているだろうっていうのを見てもらうと、この鼻の大きさ。ちょっと大きいよね。目と同じ大きさぐらいになってるよね、ここね。だから鼻のサイズももう少し小さくすると良くなるし、それさっき言ったように鼻の位置ね。もう少しこう上に来ると、この子らしいシルエットになってくるかな。で次、じゃあ口元いきましょう。口元ね、今度下の部分。じゃあ鼻の位置が変わると、ここね、このひげ袋の形や口のこの口元の形、位置が変わってきます。だから、まずこの鼻下の長さ、ここの長さをね、どれぐらいかなっていうのを見るんですよ。その時に僕は、近くのものと比較した方がいいから、この鼻の長さと高さか、鼻の高さと比較するんですよ。で、鼻のこの縦の長さより若干短いですよね。ということは、この長さより若干短いくらいだから、まあ、ざっくりこれぐらいかな。で、あとは、この口の角度。これをちょっと意識してみると、どうだろう。こんな感じ？ちょっとこれだと角度がきついね。ざっくりと。こんな感じ。すると、このひげ袋の形もしっかり見えてきますよね。で、この時に、ひげ袋が、この目の位置と考えて、このひげ袋のこの端の部分、ここがどこまで出っ張っているかっていうのを見ます。その時に、こういう風に線を引くと、だいたい目のこの辺ぐらいなんだなっていうのがわかるよね。じゃあ今作品の方はどうなってるんだろう。ここにあるよね。ということは、こういう風にラインを描くと、目の外側にラインが来ちゃうよね。でも、モデルの子を見ると、こ
ここにラインがあるっていうことは、本来はこの辺だよね、この辺。この辺。この辺くらいにヒゲ袋が来てほしいから、だからこの続きを書くと、こんな感じかな。ざっくりとだけどね。これぐらいのヒゲ袋の、この幅だよね、ここね。そういう風に見ていけるよね。そして下顎。こうなってくると、どうだろう。今ざっくりちょっとね、書き足してるから分かりにくくなってくる。でも、この全体の輪郭、フォルムも合ってるし、額のね、この頭のここの形も合わせた。目の形はおおむねいいから、もし黄色だったらもっと似てるよね。鼻の位置を上にして、小さくして、で、口元ね、このヒゲ袋とかこの大きさ、それから口のこの角度、こういったものを調整してあげると、どうだろう。似てくるよね。っていう風に比較するときに、ただなんとなくこう見て、ここが違うなって見るんじゃなくて、今みたいにこうパーツごとに分解して、じゃあここでは何が違うんだろうっていう情報を取りに行く。この真ん中、目の部分では目の何が違うんだろうっていう情報を取りに行く。そうすることで作品が出来上がってさらに似せていくためにどうやって修正しようって言った時に、かなり修正のポイントが見つかってくるし、どのようにしなければいけないか、どうやったら似てくるかっていうのが明確になってくるんです。これをやらないで、ただただなんか似てないから修正するんだってやると、絶対に似てこない。はい。そんなとこですね。というわけで、もしね、この作品修正する機会があったらね、ちょっと手直ししてみるとね、いいと思います。はい。というわけで皆さんも作品はね、ある程度出来上がって、モデルさんの写真とチェックするときはね、今みたいな感じで情報収集すると何が違うのか、そしてどのようにしなければいけないかっていうことがもっとね、明確に見えてくると思います。はい。今回はね、写真の読み取りの仕方、写真からどのように情報を取るかっていうね、話をね、実際の添削でね、解説をしました。というわけでね、今日の動画はここまでです。最後までご覧いただきありがとうございました。それではまた。ご覧いただきありがとうございます。このチャンネルは羊毛フェルト作家を仕事にして生計を立てている僕が、フェルト作家を目指している人やもっとスキルアップしたい人、そんな人に向けてリアルな作品の作り方だけではなく、誰も教えてくれない作家になるために必要な考え方、そういったことを発信しているチャンネルです。ぜひね、自分のスキルアップのためにチャンネル登録して活用してください。あと、公式 LINE もやっています。この公式 LINE に登録してくれた方にだけ、僕がやるオンラインレッスンなどの案内が届きます。僕から学んでみたいと思う方は、ぜひね、LINE 登録をお願いします。概要欄にリンクが貼ってあります。そこから登録してください。